おかしいわね。この手の植物はすでに絶滅したはずよ。何？はい、皆さんこんにちは。USJ によって暗黒面に押されたとこ、ただいまです。はい、今日はね、7月4日ですね。実はね、今日からこちらジュラシック・パークスライドの水量がめちゃくちゃアップしますということで、今日はね、サトラー博士の仮装で来ました。イエーイ。実はね、このビッグ全然似合ってないんですけど、セットするのめちゃくちゃ大変やったんですよ。だからね、本音言うとこれ全然乗りたくないんですけど、まあでもね、せっかく来たんで乗ります。ということで今回は水量をえぐいほど増やしたというジュラシック・パーク・ザ・ライドに乗ってきたので、そのレポートをしていきます。いろいろ注意点もあるので刮目してくれよな。まず概要ですが、USJ 開業25周年特別企画として、ウォーターワールド、ジュラシック・パーク、ジョーズの3つがパワーアップすることになっていて、ジュラシック・パークはその第2弾です。ウォーターワールドは前回動画をアップしたから、良ければ見てくれよな。期間はどれもバラバラで、ウォーターワールドは6月29日から8月31日まで水量がアップします。ジュラシック・パーク・ザ・ライドは7月8日から9月30日までで、こちらも水量がアップします。余談ですが9月11日からはホラーナイト企画として、昨年好評だったイン・ザ・ダークも開催します。少し期間が重複していますね。ただおそらく暗闇になる上水も増量するということではなく、イン・ザ・ダークの時間帯は水増量は廃止するということだと思います。知らんけど。そしてジョーズは9月11日から2027年1月31日まで赤い霧に包まれる特別演出が加わります。ジョーズは水量がアップするわけではないんすね。という感じで3つのアトラクションが期間限定でパワーアップします。そしてこれからジュラシック・パーク・ザ・ライドに乗りに行くわけですが、どうも不安定なようで朝からずっと運休らしいです。初日なのにアーシがつく頃には再開してるといいんですけど。はい、到着しましたが、どうでしょうね。ちゃんと再開してるやん。なんかテレビ局もたくさん来てるし、この無理やり放水する感じ、懐かしいっすね。というのもこの企画、これまでもちょくちょくやっていて、例えばハリウッドでも昔やってましたね。日本では2011年に USJ10 周年記念として、スーパーウェットタイムと題して同じ企画を開催したことがあります。実はアーシ、この2011年のは未体験でして、具体的にどれくらい乗れるのかは今日が初体験です。では、早速乗りに行きましょう。ここでちょっと反省なのですが、オープニングの撮影に40分くらいかけたせいで、待ち時間があっという間に60分に増えてしまったんすね。くそ、さっきまで待ち時間なんてなかったのに。あれ、奥に見える列ってシングルライダーのですよね。えぐいほど混んでるやん。ままええわ。ちなみにさ、もう皆さんうすうす気づいてるかもしれんけど、この金髪のビッグ、正直全然似合ってないよな。なんか前さ、ゲーム実況者のホッキーさんっていう方はね、金髪に変えたの正直足あれ似合ってないなって思ってるんですけど、まさか自分が同じ目に遭うとはね。うわ、ちょっとうかつでしたね。待ち列がこんな奥のエリアまで伸びてます。屋根はなく、まるで固定資産制先にも見える、やっつけ仕事なテントが無造作に置かれているだけです。ここは元は、ちゃんとした建物で、非常に凝った旧ビデオも流れていました。しかし、某ゴマスリクソバードを創設した際に、それらは全て撤去。この地獄のようなファッキン旧ラインが誕生しました。動画なので割愛しますが、正直荷物をロッカーに預けたのは握手でしたね。日傘と飲み物くらい持ってくりゃよかった。はい、やっと屋根のある場所に来ました。うら今日ってゲート1箇所で回してるのかよ。通りで回転率が悪いわけや。それでは早速乗ってきます。アーシはマーティー・マクフライよりチキンなので完全防備で挑みますが、果たしてどれくらい濡れちゃうんでしょうね。あと何度も言いますが荷物をロッカーに預けてきたの後悔してます。喉が渇いて死にそうっす。途中に足元見たような価格の自販機があったのはそういうことだったんすね。えげつない商売してはりますわ。リュックが覆えるサイズのビニール袋とかあると便利かもですね。時間、それは悠久の流れ。その流れを遡り、この青い惑星が時を刻み始めて間もない頃、人類がまだ誕生。はい、ということで乗ってきました。で、まあ、普通にね、びちょびちょっていう感じですね。レインコートも普通に濡れてるんですけど、まあ、USJ 情報局 LCA Studios
USJ Kanji Kanji Kanji, I don't know, LCA Studios. はい、ということで、ジュラシックパークスライドのびしょ濡れバージョン乗ってきました。はい。で、ここからはね、ちょっともうめんどくさいんで、ちょっと地声でね、解説をね、したいんですけれど、率直な感想としては、なんていうんかな、意外と爽やかな濡れ方やったなっていう風に思いましたね。びしょ濡れバージョンって聞いてたんで、なんていうか、嫌な濡れ方をするんじゃないかなっていう覚悟はしてたんですよ。例えばね、お尻がめちゃくちゃ濡れてパンツまでびっしょびしょとか、もう服がもうえげつない濡れ方するとか、そういうのを想定してレインコートとか着てたんですけど、意外とそんなことはなくって、爽やかなね、いい感じの濡れ方でしたね。追加されたね、演出は2つあって、1つがね、ステゴサウルススプリングス、ステゴサウルスのエリアの手前に滝ってあるじゃないですか。滝のところにですね、こう結構雑にホースが張り巡らされてて、こう水のカーテンみたいなのがなってたんですよ。でその下をねボートがくぐり抜けるっていう演出だったんですけど、それがね結構乗れるかなって思ったんですけど、かなりね高いところから降り注いでるんで、なんていうんですかね、落下するまでに結構霧状になってるんですよ。なので意外とね爽やかな感じの塗り方でしたね。で2つ目の追加演出がですね、やっぱり最後のねスプラッシュゾーンに追加されたねウォーターキャノンですね。あれもですね、見た感じだとねめちゃくちゃだいぶ塗れるように感じるんですけど、実際塗れるんですけど、こう高い位置にねこうバシューンってね放水されて、それがこう落下する間に結構いい感じの霧になってくれるんで、あそこもね、びしょ濡れだけど一応爽やかっていう感じの塗り方っていう感じでしたね。追加演出としては正直この2つくらいですかね。なんていうんですかね、それ以外のところでは正直あんまり水が増えた感覚はなかったですね。例えば地熱地点のところって水がねプシュンプシュンプシュンってずっと出てるじゃないですか。あれとかもねかなり増量されてんのかなっていう風に期待したんですけど、特にいつもと変わらずって感じで、追加された演出は本当にさっき言った2つだけって感じでしたね。なので現実的なことを言うといい濡れ方をするアトラクションになったなっていう感じなんですけど、ちょっとねちょっとこけ脅し感というか、なんかびしょ濡れって聞いてたからもっと来いよみたいな、でももうケツまで濡れたじゃ最悪って言わせてくれよお願いだよってね思った部分もあるんですけど、それなったらなったで絶対嫌なんでいい感じの塗り方だなって思いました。でねちょっと一個気になったのがですね、キューラインがねめちゃくちゃ暑くてね待つのしんどそうでしたね。うちはね60分待ちの時に並んだんですけど、本当にねキューラインがね3分の2くらいが屋根がないんですよね。某ゴマ釣りクソバードを増設した時に屋根を撤去しちゃったんで、もう今3分の2くらい屋根ないんですけど、本当にねもう暑くてね死にそうでした。だからね正直なこと言うとこのアトラクションねびしょ濡れになれて気持ちが良かったっていう感想よりも待ってる時暑かったよなっていう感想しかないです。ただ最後に一つ重大な補足があるのでお伝えします。今回紹介したウォーターキャノンなんですが、なんと設置から1日半で運転見合わせとなり撤去されたそうです。てか初日も動作不安定やったしな。いやでもさすがに復活してくれると信じてますけどね。どうなんでしょう。はい、ということでね、びしょ濡れバージョンのジュラシックパークスライドね、やっぱりね、想像してたよりもね、だいぶ爽やかなね、気持ちがいい乗り方やったんでね、非常にね、おすすめですね。で、もしもね、絶対乗れたくないねんっていう方はね、レインコートさえ着てたら、とりあえず大丈夫かなって感じなんで、もう皆さんね、ぜひぜひ体験してくださいって感じですね。ということで、今回の動画はこれで以上になります。また次回にご期待ください。それでは、ステンダー。